お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、その対立の激しさにより天皇陛下から猶予のお言葉が出るレベルだった二大武力組織、大日本帝国陸軍と大日本帝国海軍がその統合式を目指して設立したものの、幻の統合参謀本部として終戦を迎えた大組織、大本営の話をする。大本営発表のイメージが強すぎる。大本営って陸軍の参謀本部とか海軍の軍令部とは何が違うの？大東亜戦争時には左官級だった陸軍将校の階層によると、大本営の設置により変化したのは参謀の肩書きが増えたのと宮中から饅頭が配られたくらいだと揶揄している。しかしその一方、かつての日清戦争では、大本営が広島まで出張し、大陸に派遣された部隊と緊密な連携が行われるなど、陸海軍の統合的な指揮に寄与した組織だった時代もある。帝国陸海軍を象徴する有名な組織でありながら、その内実は意外と知られていない権威ある組織、大本営の内幕を探っていきたい。明治に陸軍と海軍ができた時点で大本営って存在したの？いろんな試行錯誤が実行された歴史がある。明治新政府の初期の軍部は、軍防事務局、軍務官、兵部省と目まぐるしく機構が変わっていった。個人的に軍防事務局っていう組織名が好き。この時期は、まだまだ海軍力が独立するほどの実力を有しておらず、戊辰戦争や士族の反乱を経験してきた陸軍が終始軍部を主導し、陸海軍が並立できるような状況ではなかった。しかし、艦艇数、人員、各種ルールの整備が進捗するに伴い、海軍勢は陸軍からの独立を志向するようになり、やがて陸軍省と海軍省がそれぞれ並び立つこととなった。戦艦ミズーリ号上の降伏文書調印まで続く陸海総国の始まりだな。軍令については陸海軍の両方を統制する初期の参謀本部が存在したが、参謀本部長は宮様のため実質的には陸海の統合運用が困難な組織だったり、元帥府や軍事参議院という応用な機構も作ったが、結局、陸海軍の統合運用どころか利害調整すらもままならない状況だった。黎明期のその四苦八苦はメンバー動画で12分くらい語ってたな。好きなんです。特に、組織名は立派なのに、何の役に立ったのか不明瞭な軍事参議院とかね。さて、本動画の主役は大本営であるが、この一大組織が立ち上がるきっかけとなったのは、意外にも帝国海軍の動向だった。陸軍が主導したと思ってた。海軍が何をしたの？海軍参謀本部の設立願いだ。当時、海軍には参謀部という軍令機関がすでに存在したが、海軍としては陸軍参謀本部に匹敵する独立した軍令機関を持つことを強く希望していた。それがなんで大本営に繋がったの？海軍の参謀本部構想に陸軍が猛反発したんだ。すなわち、天皇の統帥権を保筆する幕僚長が陸海で2人もいたら、陸海軍の作戦計画の統一に障害を招くとし、この障害は特に戦時に顕著であると反発した。そこで、苦肉の策というわけでもないだろうが、平時においては陸海軍で幕僚長が並立してもやむを得ないが、戦時においては陸軍の参謀総長が、軍全体の幕僚長として統合指揮を担えるようにする目的で制定されたのが、戦時大本営条例だ。帝国全軍を統合して指揮する幕僚長に陸軍の参謀総長がなると、海軍の軍令部長はどうなるの？戦時大本営条例の原案では、帝国全軍の幕僚長たる参謀総長が、海軍も含めた陸海軍大作戦を計画するということになっていた。しかし、海軍が原案の文言に一つだけ修正を加えた。どんな修正？参謀総長が大作戦を計画する帝国全軍のうち、全軍の文字を削除するよう要請したんだ。海軍が陸軍に指揮されるのを嫌がっている様子が見て取れるね。後年に大本営が機動的に機能しなかった理由は、大本営の統合的な幕僚長の人選につき、陸海両方から選べるようにしなかったのが原因ではないかと、アップ主の試験としては思う。戦時は常に海軍が陸軍に従属するシステムだと、軍備が列強海軍に並び対外戦争で実績を積んだ海軍が反発するのは当然で、せっかく先駆的な制度が考案されたにもかかわらず、幕僚長のポストは陸軍武官の選任という点に陸軍がこだわってしまったあまりに、制度が形骸化に向かったのではないだろうか。さて、
陸軍と海軍の吸ったもんだの末に成立した戦時大本営条例は、時を待たず大本営設置の機会に遭遇する。なんかあったの？日清両国間の緊迫だ。具体的には、朝鮮半島で勃発した東学島の乱が発端となり、日清両国が半島への派兵を決断。これが日清戦争に発展していくんだが、正式な宣戦布告の前に、日本は大本営を設置する。この時、大本営の幕僚長として陸海軍双方の上に立ったのが、陸軍参謀総長有栖川宮樽人親王だ。昭和期に官員の都人親王が参謀総長になった関係で、皇族の総長が傀儡となり、次長が絶大な権限を振るったっていう話を聞いたことがあるけど、そのパターンだったのかな？有栖川宮樽人親王は、西郷隆盛が反旗を翻した西南戦争では政党総督を務めたが、実権は部下の山形有朋が握っていたらしい。したがって、今回の日清戦争でも強権を振るうような幕僚長ではなかったと思われる。日清戦争に臨む大本営の構成メンバーは、明治天皇臨席の下で開催された大本営会議は、幕僚長たる陸軍参謀総長、それに次ぐ陸軍参謀次長、海軍軍令部長、そして陸軍大臣、海軍大臣等の武官が並んだ。これに加えて、政戦略を一致させる必要から、首相の伊藤博文、外相の陸奥宗光が特別に臨席した。大東亜戦争の時の大本営政府連絡会議みたいだね。この時は直命で首相を臨席させたらしいので、政戦略の一致のためには当然だろうという意識が政府にも軍部にもあったのかもしれないね。東京に設置されていた大本営は、日清戦争の進展に伴い広島に移転し、明治天皇は広島大本営で執務にあたり、午前会議にも臨席した。なぜわざわざ広島に？理由はいくつかあり、まず、この時期には海を渡った陸軍部隊や海上に展開する海軍部隊の数が増え、その指揮を緊密なものにする必要があったこと。また、国内からも続々と外政に陸海軍部隊が赴くことが予定されており広島はその輸送の要衝地だったこと等が挙げられる。明治天皇による統帥を出撃する部隊に分かりやすく見せられるな。ちなみにだが大本営はさらに海を渡って旅順に移転する予定だったんだが、戦局が日本に有利に推移した関係上その必要性が薄れ、かつ、明治天皇のご体調も考慮され、大本営は広島に留まり、その代わり、陸軍参謀総長を精神大総督として大陸に派遣して帝国全軍を指揮させた。そこでも陸軍軍人による帝国全軍の指揮が守られていたんだね。なお、新国から割譲された両東半島につき、帝政ロシア、フランス、ドイツが新国に対する還付を迫るという、日本史の教科書で必ず出てくる三国干渉に対しても、これに対する方針を協議し決定したのは大本営だった。大本営は三国干渉の受諾を決意。この時点で陸軍大臣だった山形有朋を大陸に派遣して切り立つ外政軍を説得させた。そして大本営は一旦解散に至る。なんか後年の大本営と比較するとあれだけど、この時はしっかり軍を投与して政戦略を一致させてた印象だな。しかし、陸海軍の総国と分離の芽は出始めていた。日清戦争と日露戦争の戦艦期、つまり平時に、戦時大本営の幕僚長たる参謀総長を要する陸軍は、再び大本営が設置された時に備え、海軍に対し、大本営幕僚として勤務する海軍武官のリストを提出するよう求めた。ところが、海軍はこの海軍武官のリスト提出を拒否したんだ。なぜリスト提出の拒否を？陸軍は戦時に向けた大本営動員計画策定のために、海軍を指揮下に置く幕僚長として、陸軍が主務者となってこれの策定にあたり、その一環として海軍にリストの提出を求めたんだが、海軍としては、海軍と陸軍それぞれが動員計画を作れば問題ないでしょうよという趣旨の理由で、これを拒否した。独立の危害だな。この海軍独立の危害を強力に推進したのが、海軍の大物たる人物だった。誰？山本権兵衛、薩摩出身の海軍軍人にして、その政治力は海軍において際立っており、後年は首相にもなった人物だ。この山本権兵衛は陸軍の指揮から離れた海軍の独立を悲願としており、戦時大本営条例の修正を陸軍に提案した。どんな修正案を？
帝国陸海軍の大作戦計画を担当する大本営幕僚長を、陸軍の参謀総長ではなく、特命を受けた将官が就任するように変更し、海軍軍人でも大本営幕僚長になれるようにした修正案だった。現代の感覚からすると妥当ではないだろうか。しかし、既得権が侵害されるという心情もあったのか、予想通りというか、陸軍はこの修正案に猛反発し、山本権兵衛の目論見は一旦は実現を見送ることとなる。結局陸主海獣は続いたの？いや、海外事情の急迫が作用して、陸主海獣の変更を迫られることになった。海外事情の急迫とは、帝政ロシアの動向だ。満州に駐兵した帝政ロシアとの間で緊張が高まり、陸軍としても海軍と喧嘩を続けているわけにはいかなくなったので、陸海軍の間で一種の妥協案が成立した。妥協案ってどんな内容？まず、戦時大本営条例は陸主海獣の体制を変更し、陸軍参謀総長と海軍軍令部長とが並立して幕僚長となった。これにより、陸海軍の統合指揮は制度上ついえたと言えるだろう。陸軍首脳としては、この修正の代わりに、冒頭で言及した軍事参議院を新たに設立し、陸海軍の調整に当たらせることを想定したが、まあ役に立つ組織ではなかったようだ。それで日露戦争を戦えたの？天皇が統帥権を有するとはいえ、それを実質的に補佐する幕僚長が2つも並列してしまった大本営が、列強の帝政ロシアとどのように戦闘を交えていくのか、そこは後編に譲りたい。さて、大本営の前編の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルのメンバーシップのご紹介です。メンバーシップって何を得られるの？画面にあるバッジの使用、メンバー限定の動画が視聴できるなどの特典があります。動画はアップ主が一般公開を躊躇するマニアックなものを今後もアップしていく予定です。ちなみに次回アップ予定のメンバー限定動画は、笑顔の軍人最小、桂太郎です。詳しくは画面下の概要欄にあるメンバーになるというボタンを押しますと詳しい紹介動画を見ることができます。ちなみにボタンを押してもすぐメンバーに申し込むことにはならず、紹介動画が流れるのみですのでご安心ください。また、概要欄の URL をクリックしても紹介動画を見ることができます。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号を引き続きご愛顧ください。